こんにちは、エマです。今日は、JLPT-N2 の文法の部分を、一緒に解いていきたいと思います。今日は、問い7の、5番からですね、スタートしていきたいと思います。頑張りましょう。では、今日もこちらの画面を見ながら進めていきたいと思います。はい、5番です。昨日新しくできた安いけど本格的なレストランだって噂のフレンチのレストランに行ったんだけど、1番、とても1000円とは思えないほど本格的なフレンチでびっくりした。2番、仮に。3番は、なんて。4番、必ずしも。これは副詞ですよね、すべて。どれが入りますか？じゃあ、答えからいきましょう。答えは、これは、とても1番が入ります。とても1000円とは思えないほど本格的なフレンチでびっくりしたわ。OK。じゃあ、とてもというのは、これはどういう意味ですか？とてもは、よく使うのは、とても楽しかったとか、とても美味しかったとか、プラスの意味でも使えますよね。それとは今日はちょっと使い方が違います。後ろにとても何々ない、内形を入れて、絶対に何々できないとか、どんなに頑張ってもできないという意味を表します。OK。否定の意味になります。絶対に。だから、とても1000円とは思えないというのは、絶対に1000円とは思えないほど本格的なフレンチでびっくりしたという意味になります。OK。例えば、このカレーは辛すぎてとても食べられないよ。OK。これも辛すぎて絶対に食べられないとか、どんなに頑張っても食べられないという意味ですよね。OK。じゃあ他の副詞も見てみましょう。仮にというのは、これは if だよね。家庭の話ですよね。現実とは違うという意味です。例えば、仮にお金があったとしても、家を買おうとは思いません。とかね。じゃあ、なんては？これは、驚きとか関心を表す、言葉になります。驚き。関心ね。だから、例えば、なんて綺麗な景色なんですか？とか、なんて面白い映画なんですか？このように使えますよね。驚いてる時とか、感心している時に使います。じゃあ4番の必ずしも。これも後ろに内形を入れて使います。必ずしも何々ない。そして、これはどういう意味かというと、絶対に何々ないという意味ですよね。とてもはできない。能力のことを表すけど、必ずしも何々ないっていうのは否定ね。絶対に何々ない。OK。ちょっと違います。例えば、必ずしも先生が言っていることは正しいとは限りません。とか、毎週練習したからといって、必ずしも上達するわけではありません。このように使います。何々ないというか、とは限らないとか、わけではない。これらの文法と一緒によく使います。OK？ じゃあ次6番行きましょう。就職活動をするときは、自分が本当にその会社で働くかどうかには、働きたいというのは、3番、働くというのは、4番、働きたいかどうか、ちゃんと考えてから応募すべきだ。
はい。これはどれが入りますか？これは、4番ですよね。働きたいかどうか。これがいいですよね。働くかどうかじゃなくて働きたいかどうか。こっちの方がベストですよね。じゃあこのかどうか。これはよく使いますよね。かどうか。これはイエスとかノーで答えられる疑問文を入れるときに使う文法ですよね。イエス、ノーの疑問文。だから、働く、働かないというのは、イエス、ノーで答えられますよね。はい、いいえで答えられますよね。だから、言い換えると、就職活動をするときは、自分が本当にその会社で働きたいのか、働きたくないのか、ちゃんと考えてから応募すべきだ。ということね。OK？ では次7番行きましょう。海外に行くまでは日本だけが私が見ていた世界だったが、実はそれが世界のほんの一部、1番しかない。2番にしかない。3番でしかない。4番としかない。ということに、ごめんなさい、気づいた。これは、しかないという言葉が入っているので、あとは助詞の問題ですよね。助詞を入れるのか、または他の助詞を入れるのか。じゃあ皆さん、答えは何になりますか？答えは、これは3番ですね。でしかないです。じゃあ、このでしかないというのはどういう意味かというと、他の言葉で言うと、例えば単にとか、何々だけ。この言葉に言い換えることができるのと、あと、この言葉は否定の要素が入っています。なので、この場合だったら、日本だけが私が見ていた世界。この言葉を否定していますよね。だったけど、そうじゃなかったんだ。実は、それがほんの一部。単にほんの一部というだけだったんだ。ということだよね。これは否定の要素が入っています。例えば、この作業は無駄でしかない。これは単にこの作業は無駄なだけである。この作業自体を否定していますよね。この作業やる意味あるの？無駄だよね。ということを言ってますよね。じゃあ、じゃあ1番のしかない。このでとかの助詞がない場合はどういう意味になるかというと、これはただの限定になりますよね。例えば、可能性は一つしかない。これは可能性は一つだけだという意味だよね。OK。このように限定の意味になります。じゃあ、2番のにしかない。この助詞が2になった場合は、これは場所を限定するときに使います。OK。場所を限定。例えば、このお菓子は日本にしか売っていません。このように場所を限定するときは助詞のにを入れます。OK。なので、でを入れる場合とはまた意味がちょっと変わります。ね、としかない。これはね、あんま使わないかな。使うことはないかな。とという助詞は入れないかな。と思います。OK。じゃあ、今日は8番で最後にします。最後の8番行きましょう。日本では、収入1番に応じて、2番に向けて、3番に先立って、4番にとって払う義務は異なります。これは文法の問題ですね。どの文法を入れればいいと思いますか？まず皆さん全部のこの文法の意味わかりますかね？後で確認しましょうね。じゃあ答え先に言いますね。答えはこれは1番ですよね。に応じて。この文法を入れるのがいいです。
じゃあ、に応じてというのはどういう使い方でしたか？覚えていますか？に応じてというのは、何々に合わせて、何々が変わるとか、何々に合うように何々を変えるという時に使う文法でしたよね。なので、収入に合わせて税金は変わるんですよということだよね。100万円の人は税金は5万円です。1000万円の人は50万円です。のように変わりますよということね。例えば、季節に応じてメニューを変えていますとか、レベルに応じて対応します。このように使えますよね。じゃあ、2番のに向けてはどういう使い方でしたか？これは方向を表しますよね。方向。例えば、目標とか、目的とかね。目的とか。目的地、場所ですよね。とか、相手とか。そのような方向を表すときに使う文法です。例えば、場所だったらアメリカに向けて出発します。目的地を指していますよね。とか、テストに向けて勉強しています。これは目的ですよね。勉強という目的があります。それに向かっています。方向です。このように使いますね。じゃあ3番は、に先立って。これは言い換えると、何々の準備として必要なことをする。ということを表す文法です。例えば、引っ越しをします。引っ越しの準備をしますよね。引っ越しに先立って、いらないものは捨てておきました。引っ越しに先立って、いらないものは捨てておきました。これも引っ越しという準備として必要なこと、無駄なもの、いらないものは捨てました。必要なことをしました。ということだよね。OK。に、とって、これはわかるよね。私の、動画でも説明していますから、忘れちゃったなという人はぜひ見てみてください。お願いします。では今日はこれで終わりです。どうですか皆さん。全部答えられましたか？はい。では今日はこれで授業を終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。どうですか？今日は全部答えられましたかね？難しかったですか？簡単でしたか？またね、JLPT-N に合格できるように一緒に勉強頑張っていきましょうね。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。今日の動画がまた面白かったな、ためになったなと思っていただけたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまたこちらのチャンネルでお会いしましょうね。いつもありがとうございます。さよなら。